そろそろこれも取っちゃって大丈夫でしょう。もう蜂も来ません。メダカの稚魚もだいぶ大きくなってきましたね。ただね、何匹いるかねちょっと確認できないんですよ。これは結構大きい方ですね。この子はなんかね、3匹までは確認できてるんですけど、このワシャワシャの水草の中に入ってて全然ね数が把握できないんですよ。でも最低3匹はいます、稚魚が。これ冬になったら何か寒さ対策しなきゃいけないのかな。でもメダカって冬眠するんですよね、確か。かといってこの水がカチカチに凍っちゃったら多分まずいですよね。何か凍らないように対策するべきなのかな。なぜかつるバラが一輪だけ咲いてます。なんだろう、剪定、夏の剪定はやったんですけど、いまいちねそれが正解かどうかわかんないんですけど、なぜか咲いてますね。栗もこの間の台風来ましたけど、栗は無事でした。上の方がちょっとうっすら茶色くなり始めてるのかな。楽しみ。で、この間台風の被害はなかったって言ったんですけど、このね木が1本強風で折れちゃいましたね。もう完全に枯れてしまいました。折れて。これはね宮様楓の木なんですよ。もう2メートルぐらいあったんですけど、残念、折れてしまった。これも何かに使います。ほんとね、こんくらいの盆栽を買ってきたんですよ、宮様楓の。それがね結構2年ぐらいでこんだけ成長したんですけど、残念ながら倒れてしまいました。こっちにもねもう一本、これも宮様楓です。こっちは無事ですね。これはシマトネリコです。なんかいい感じでしょ、この株が。これはね園芸屋さんで見切り品だったやつですね。500円ぐらいで買ったやつです。これはねなんか涼やかでいいですよね。暑さもだいぶ和らいだとはいえ、まだね昼間は結構暑いですね。ただなんか樹木たちの様子を見るとかなり秋っぽくなっていってる感じですね。夏の緑のブワッっていう勢いはだいぶなくなってきました。なんかこれ多分ヒガンバナですね。マンジュシャゲ勝手に生えてきました。なんかね
なんかやる気が起こらないんですよ、ここ数日。なんかね、サックスの練習をしようにも絵を描こうにもなんかね集中力が続かなくてね、なんかまあそういう時もあるので、無理せずに回復するのを待てばいいんです。焦らずに。あ、そうだ、このドアのリースが、これいつ作ったんだっけ、もうだいぶ経ってますね。銀ドルの木で作ったリースなんですけど、だいぶもう葉っぱも落ちちゃって蜘蛛の巣があって、もうなんかみすぼらしいので、ちょっとこれ新しく作りますかね。銀ドルもちょっと枝がめちゃくちゃになってきたので、剪定がてらリースを作りますか。まだまだシダは元気ですね。なんかね、今年はね、この前の動画でも言ったと思いますけど、シダがいい感じになりましたね。なんかボリューム出るし、かといって暑苦しくなく、なんか涼しげな雰囲気ですよね、シダは。あんまり好きじゃなかったんですけど、なんか今年から好きになりました。このね、シャインマスカットがね、今年は大きくなるかなと思ってたんですけど結局ほとんど育たず、成長もせず枯れもせずって感じだったので、ちょっともう冬になったらいい場所に植え替えようと思います。もう去年一昨年植えたのに全然大きくなってない。またもう一個ぐらいバードハウスを作ろうかな。なんかそこにかけてたやつがこの間台風で落ちちゃったんですよ。この間健康診断に行ってきたんですよ。で、健康診断の日って朝から何も食べちゃいけないでしょ。まあお水ちょっとぐらいなら飲んでもいいっていう風に書いてあって、それで朝からその病院に行って、今日健康診断ですって言ったら、朝から何も食べてませんよねって確認されるんですよ。で、はい、食べてないですって言って、で他にも健康診断を受けに来てる人いっぱいいて、でなんかね、毎年ね、今日朝から何も食べてきてないですよねって言われて、あ、朝ごはん食べてきましたって言ってる人がね必ず毎年一人は見るんですよ。朝から食べてきちゃうと、もうその日は健康診断を受けられないから、じゃあちょっとまた日程を組み直しましょうねって感じでやってるのを毎年見るんですよ。なんであれだけ朝から何も食べちゃいけないって言われてるのに食べてきちゃうのかなと思って、大体お年寄りが多いんですけど、あれ多分ね、こう朝ごはんを食べるのが朝のルーティーンに組み込まれてるから、多分無意識でいつものように食べちゃうんだと思うんですよね。なんかなんだろう、無意識というか自動運転というか、僕毎日朝と夜に飲まなきゃいけない薬があるんですけど、
朝起きてぼーっとしたまま薬飲んで、しばらくしてから、あれ今日薬飲んだっけって分かんなくなることがあるんですよね。で、数を数えたら、あ、今朝ちゃんと飲んだのかって分かるんですけど、なんかねそうやってね、自動運転になっちゃうのがね、なっちゃうと良くないんですよ。なんかお風呂入る前にこうスマホをその辺にポンって置いてお風呂入って、でもそのスマホをポンって置いたことがなんかもう無意識で自動運転で置いちゃってるから、お風呂上がった後に、あれ僕携帯どこに置いたっけって分かんなくなっちゃったりするじゃないですか。で散々探したらなんかとんでもないとこに置いてあったりして、なんでこんなとこに置いたんだろうって分かんなくて、だからね、なんかね、もうそういう一つ一つの何かやることにちゃんと集中して、ちゃんと意識してやりましょうねっていう教えがあるんですよ、禅には。だからね、僕もね、最近はね、何かやるときはちゃんと今から薬を朝の分の薬を飲む、水を飲む、で携帯はここに置くっていう風に意識しながらやるようにしたら、なんかね、忘れることもなくなりました。なんかね、ほんとランプの散歩もいつもね、朝と夕方に行くんですけど、なんか昼ぐらいに、あれ今朝散歩行ったっけって分かんなくなっちゃうんですよね。その散歩行った記憶はあるんだけど、それが今日のことなのか昨日のことなのか分かんなくなっちゃったりするんですよ。これは年齢のせいなのか、ただ単にぼーっとしてそのルーティンを自動運転でこなしてしまってるからなのか、ちゃんと一つ一つの行いは丁寧に意識しながらやりましょうねというお話でした。今日はもう水曜日、もう水曜日なんですけど、今週はどうしようかな。バードハウスをまた作ろうかな。これから秋冬にかけて鳥たちがまたね、偵察に来ると思うので、つくつく帽子が鳴いてます。もうね、アブラゼミの声は聞かなくなりましたね。あとはちょっとね、こっちのストレージの方がかなりぐちゃぐちゃになってきたので、ストレージの整理と、あとはそろそろ薪のストーブのね、薪も準備しとかなきゃなって感じですね。では今日はこの辺で。